セリアできんぴらピーラーを買いました。きんぴらを作るためのきれいな千切りができるアイテムです。なかなかきんぴらを作ろうと思っても下準備が大変そうで避けてきたので、これを機に作れるようになったら嬉しいです。持つところが徐々に太くなってて、持つ時に力が入りやすい設計になってます。自立するので調理中一時的に置く時にも便利。早速使ってみます。次にご紹介するのがダイソーの梱包フィルムです。ラップのような素材になっていて、段ボールや新聞紙、雑誌などを梱包するのに役立ちます。粘着テープではないので、剥がした時にも跡が残りません。例えばしばらく読まない本などを一旦まとめておいたりと、整理整頓する時にも使えます。サイズ感はこちらの通り。ラップよりもかなり柔らかい素材なので手で引きちぎれます。ネットショッピングが多い我が家ではしばらく放っておくと玄関は段ボールだらけになります。こんな風にだらーんとなってしまい、見た目も悪くて通る時も邪魔になります。こちらでまとめてみたいと思います。まず少し引き出しておき、しっかり押さえながら巻いていきます。一周したところでラップにピタッと合わせるとある程度まとまってくれます。引き続き強く引っ張りつつくるくる巻きつけます。サイズが小さいものが入っている場合は十字にするとよりまとまります。手で引っ張ると簡単に切れるので、ハサミなどが不要なのも便利。ダイソーで大サイズの折りたたみショッピングバッグを買いました。一見ケースの中に折りたたまれたバッグが入っているように見えますが、これ自体が折りたたみバッグなんです。
中には巾着付き。目隠しになる上に中身が落ちてしまうのも防いでくれます。こちらのバッグの一番の特徴がキャリーケースに固定できること。バッグの外側にポケットがあるように見えますが、これはポケットではなくスーツケースのハンドルバーに引っ掛けられるんです。いろいろ中身を入れてみました。普段の買い物だと十分すぎるぐらいの大きさです。持ち手部分が幅広になっているので、荷物が多くなってしまっても肩が痛くなりにくいです。キャリーバーに引っ掛けてみました。固定されてるのとされてないのでは引きずる時の負担感が全然違うのでとても楽です。例えば空港でお土産を買った後の機内持ち込み用のバッグなどとして使うのにとても役立ちそうです。次にご紹介するのがコンパクトに折りたためる鍋敷きです。棒のようにコンパクトに折りたたまれていますが、広げると鍋敷きになります。閉じたサイズと広げたサイズはこちらの通り。どちらか一方をぐっと広げるとこんな風に鍋敷きになります。ちょうど一人前サイズぐらいのお鍋やポットなどを置けるサイズ感です。折りたたんだ状態なら調理中の菜箸などの一時置きとしても使えます。普通の鍋敷きのように場所を取らずに引き出しの隅っこなどに収納できるのが便利です。ダイソーでスプリングタイプのケーブル保護カバーを買いました。充電ケーブルの根元の断線を保護できるものです。こちらは基本的にメーカーや種類を問わず使えます。2つ入りなのでケーブルの両側の根元に使えます。カラーはこちらのブラックとホワイトの2色展開です。しなやかなスプリング状なのでケーブルに負担をかけることなく自然に保護できるので安心です。これを根元にくるくる巻きつけていきます。
保護カバーを装着することで充電ケーブルが持ちやすく、抜き差しもしやすくなりました。ケーブルとカラーを合わせれば、つけてることが全くわからないほど自然になじむのが嬉しいです。以前ご紹介した iPhone 用のケーブル保護カバーもおすすめです。何度でも貼って剥がせるフィルムフックにポール受けとして使えるものが出てました。フック部分に突っ張り棒がぴったり乗るような形になってます。このフィルムフックシリーズはいろんなタイプのものがあり、吸着タイプなので何度でも貼って剥がしたり、位置の微調整ができます。別の場所で使いたい時も気軽に剥がせます。吸着する面、しない面はこちらの通りです。サイズは約4センチ ×4 センチ。耐荷重は2つ使うと約2キロです。最後にドライフラワーをご紹介します。ドライフラワーはセリアにも似た商品があって、そちらをいつもリピ買いしてたのですが、今回はダイソーで買ってみました。